こんにちは。今日は2021年にかかった1年間だけの顔面課金を出していきます。顔面課金ってかなりパワーワードなんですけども、他の方の動画を見た時に1年間でね、顔にかけた美容代っていうので、これやりました、あれやりましたっていう振り返り動画があったんですけども、私の場合、クリニックでやったことがメインになるんで、顔面の肌にかけた課金っていうことでお話できたらと思います。顔面課金って言って講義ですよね。例えば、美容整形もあれば、美容医療、普通にこうね、お肌塗ったりとか、レーザー当てたりもありますし、化粧品もありますよね。例えば、美容液、クリーム、クリニックだけで扱ってる1000倍の化粧品だけでも、かなりの数やってまいりました。50万ぐらい使ってると思いますね。1年間なので。特にね、高いクリームこれ買いましたとかじゃないんですけど、フェイスパック、シートですね。シートのパックも、かなりいろいろ試しました。ああいうの細かく、計算していくとざっくり50万ぐらいはいってたんじゃないかなと。今回の1年に関しては、ほとんどをダリアでやったので、ダリアのね、カルテを持ってきて、日付とメニューと金額を見ていきます。はい、じゃあ早速、年始何やったかな？もう結構前のことなんでね。今年1回目は1月21日に PRP をやってます。PRP っていうのは自分の血をこう抜き取って、でこう化粧板とかね、ちゃんと綺麗にして、全身ブリーキにかけて、でそのね、凝縮した、PRP っていうものを顔に打っていったり、水光注射でね、機械で打っていったり。あとね、首とか手も使えるんで、そういったところのシワ予防に打っていきました。私はあまりヒアルロン酸が好きではなくて、ヒアルロン酸硬いんで、確実にシワの下に打つと膨らむんですけども、そういったようにもっとナチュラルにできるような PRP を愛用しております。目の下に打って自然とね、ふっくらさせたりとか、成長因子は入れてないやつなんで、本当安全なので、失敗もほとんどないですし、リスクといえば内出血くらいかなと思います。でそういうのを、このね、首とか、あと手の甲、に打つことによって、年齢をね、ちょっとね、抗うと言いますか、ゆっくりね、年を重ねられるようにしたいなと思って、1年に2回ほどやりたいと思っておりました。で、これね、よく見たら、4月29日と1月21日の2回やってて、2021年の後半は、ステコスっていうのを正しく導入したので、PRP を一旦中止して、ステコスを自分で実験台にしておりました。どっちがね、効くかなって今、自分の身をもって、勉強しております。私はやっぱりね、PRP 派かな。ステコスはね、この目の下とか、口周りの、こういったシワにはいいんですけども、首やったんですよ、4回。あんまりですね、そこまで劇的なビフォーアフターは、ちょっと見えなかったなと。で、首の PRP は1回でちょっとやめてしまったので、内出血ひどいんですよ。ここら辺ね、もう結構 PRP 深く打ったんで、2週間ぐらいかな、輪っかみたいな、こう赤く出てきたんで、そういうの考えると、ダウンタイムをね、こう取るんだったら夏前厳しいなとか、冬だと着物増えるから難しいなとか思ってる間に、昨年はね、2回しかできませんでした。2022年はちょっと PRP をね、なるべくやっていきたいと思っております。この施術自体は非常に安全なので、20代からやったかな。30代じゃないと思います。もっと昔からやっておりました。で、ナチュラルに肌の張りが戻るので、非常におすすめの施術です。次の施術見ます。次はサーマクールをやってます。これは2月4日です。このサーマクールっていうのが、すっごく良い施術で、もうダリアで置いてる中で一番好きな機械になります。顔のタイトニングです。キュッと引き締まって、もうこの辺ね、フェイスラインむちゃくちゃ綺麗になります。横顔がもう全然変わりますね。この顎のライン、そしてこの首のラインがすごくシュッとします。これはもうね、どんな機械よりも私はサーマクール FLX が一番いいなと思っております。で、顔に当てる機械ですと、サーマクールともう一つ、ハイフですね。この2つあるんですよ。もう2大巨頭かなと思うんですけども。で、このハイフはいろんなメーカーが出しております。なんとかハイフっていう名前でね、いろいろ出てるんですけども、今回はウルセラっていう機械を当院導入しているので、もうウルセラとサーマクールを年一で10年ぐらいかな、やっております。でウルセラは、
正直痛いんですよ。いろんなハイフありますね。ハイフあるんだけど、ウルセラダントツ痛いって有名な機械なんで、私もやる前にちょっとね、覚悟してやってます。ウルセラはたるみの引き上げに効果的です。やっぱ年齢重ねるとね、この辺、口元もたつきも出てくるし、頬もね、こうちょっとたるんでくるので、こういった上げて止めるっていう意味では、ウルセラがすごくいいなと。で、口元のこのふっくらするここね、この脂肪に対しては、やっぱサーマクール、この顎のラインはサーマクールが得意かなと思います。サーマクールの症例写真撮りたかったので、サーマクールだけ単体でやって、そして写真を撮りました。で、ウルセラとサーマをね、併用してウルサーマっていう感じでね、やれるクリニック多いんですけれども、今回はサーマクールの効果だけを見たかったので、去年はその一つしかやってないんで、今回はね、ウルサーマ両方やって写真をつけたちょっと長めの記事を書いてレポートアップしたいなと思っております。次はボトックス。これ2月4日にやってます。あと8月5日、だいたい半年に1回エラボトをやってます。これほんと1年ぐらいで始めたんですけど、この眉間のボトックスをやってます。ここにね、もうちょっとね、横じわが入るようになっちゃって、もうこの34、5ぐらいからかな、入るようになっちゃって、で、ここね、やっぱこういうね、ギュッとするとシワが集まるんですよ。ボトックス打ったら、やっぱそういうの緩和されますし、深くシワがつく前にやると、ね、ここに癖もつかないんで、予防という形でやっております。この眉間やってよかったですね。ボトックスはね、安全なので、ね、もし間違ったとか、私に合ってないと思っても、半年経てばもうなくなっていくものなので、こことかにちょっと今打っております。以前打つ前は、無表情の時でも、ここにシワがあったんですよ。ほんとそれちょっと気になってて、もうやだな、ここにちょっとなんか入ってるなと思ってたんですけども、今は良くなりました。この眉間ボトックスはやっぱね、半年1回ぐらい続けていこうかなと思ってます。エラボトも、気が向いたらっていう感じですかね。そんなにもう絶対っていう感じじゃないんですけど。ボトックスの初心者の方でも、エラのボトックスは、効果も見やすく、そして簡単に小顔になれるので、とても人気があります。次はですね、これもよくインスタでお伝えしてるんですけども、トリニティプラス。これは RF ですね、フォトフェイシャルとよく呼ばれております。これはもう去年だけで5回しております。2月25日、4月2日、6月3日、8月25日、そして10月5日。もうほぼほぼ2ヶ月ごとに1回ぐらいずっとしております。美肌の秘訣っていうので、何が効きますかとか、20代から何を始めたらいいですかっていう方は、もう一番最初はこのフォトフェイシャルっていうのを私もお勧めしております。この機械のいいところは、シミが取れる、キメが細かくなる、毛穴が引き締まる、であと、トリニティって3種類パターンがあるんですけども、少したるみも上がるっていうので、もういろんな機能を揃えております。私シミがないからトリニティちょっといいやと思ってらっしゃる方も、よかったらね、5回本当当ててください。5回当てると肌がツヤっとします。なんかね、ツヤっていうのも中から発光してるような、ほんとツヤっとした感じになります。20代の時にね、ニキビで悩んでいまして、もう顎ニキビね、すごかったんですよね。もう10個とか20個とかあって。で、全然お肌も綺麗じゃなかったんですけども、その20代の頃にまとめてトリニティをね、やったんですよ。1ヶ月に1回ぐらいガーッと。どれぐらいやったかな ?5 回、6回じゃなかったと思います。もっとやったと思います。で、それで肌がある程度良くなってからは、メンテナンスの代わりに年でまず4回ぐらいやってました。で、その年3、4回やると、季節ごとにね、春、夏、秋、冬ぐらいやっていくと、結構肌のね、いい状態を常にキープできていたので、本当にいいんですよね。地味ですけどね、劇的ビフォアがね、あるわけじゃありません。もう1回だけだと、あんま変わんないなっていう方もね、中にいらっしゃると思うんです。5回ぐらいして、ビフォーアフター撮ると、もう肌が全然違います。本当騙されたと思って、フォトフェイシャルぜひぜひ気になってる方やってみてください。それで一回お肌をきれいにしてから化粧品を使ってみたり、たるみの治療してみたりすると、やっぱ肌がきれいになると、どんな化粧品使うよりも素敵に見えるので、一番はその土台を改善していくっていうのが私はいいと思います。はい、そして顔脱毛とレーザーフェイシャル。これ同じ機械でやってるんですけども、顔脱毛の機械でレーザーフェイシャルが
できます。で、これは1回ずつやっております。顔脱毛全部やったんですけど、タイムね。でも、この辺とかね、若干産毛がまだ生えてくるんで、看護師さんから、やった方がいいですよって、やりましょうって言われて、レーザーフェイシャル2回やりました。ただ、まだ残ってるんで、2022年はね、レーザーフェイシャルもどんどんやっていこうと思います。これ脱毛のね、機械なんで、このね、肌もすごく綺麗になりますし、無駄毛もなくなるんで、非常におすすめです。ダウンタイムも全然ありません。フォトフェイシャルはなんか本当内側から発光する感じで、レーザーフェイシャルはなんか肌のトーンを上げる感じですね。ちょっと用途が違うので、フォトフェイシャルがっつり4回5回やってから、レーザーフェイシャルを年に何回かとかでもいいのかなと思います。あとはスネコスを4回やりました。もうこれ大変で、首とこのほうれい線とかやったんですよ。もう内出血出たら、またそのね、内出血切るの2週間かかるんで、4回やるとやっぱ多少出るんですよね。私はこの口元は、すごく良かったなと思いました。自然にふっくらする感じで、なんかね、入れましたっていう感じでもないんで。でも膨らみがちょっとね、こう、パツッとした感じで、若々しくなったなって思います。これはちゃんと記事にして、もう少しね、詳細を写真に載せて、今度ノートでアップしようと思います。ぜひぜひね、完成したら読んでいただけたら嬉しいです。今までは顔面課金のお話をしたんですけども、今度内服、点滴とか飲んだお薬で、ちょっとお話ししていこうと思います。表面のこともね、非常に大事なんですけども、内側から綺麗になるっていうのはもっともっと大事かなと考えております。でそこで、昨年はね、オーダーメイドサプリって言って、私に合うサプリメントを4月と5月に処方していただきました。その他にも、幹細胞の浄成器の点滴もしました。でこれはクリニックによって値段がまちまちなんですよね。5万とか6万とか。それぐらいの金額の前後でできるところが多いんですけども、その幹細胞のね、上積みのところを使った点滴に、例えばビタミンを混ぜたりとかね、白玉点滴混ぜたりとかね、あと肝機能良くするのを混ぜたりとかして、そういう点滴をよくしていました。でそれと、今度は9月4日にしてる幹細胞の注射点滴。もうこれがすごいんですよ。これが、金額もすごいんですけども、自分の組織、脂肪ですね。おへそから脂肪を取って、それをラボで培養して幹細胞を打ちました。で、この幹細胞はね、その浄成器は、他人のね、他の人の幹細胞なんですけど、自分の幹細胞を取って、クリニックで治療ができるんですね。で、それを、去年2021年と2020年と1回ずつやっております。大体ね、2回やってるんですけども。で、どういう効果があるかっていうと、幹細胞ってね、悪いところに効く。で、悪いところって一体何なのって。で、この、施術終わってからね、4ヶ月で考えたんですけども、この間人間ドックに行ったんですよ。で、人間ドックに行くと、なんと、3年前ね、視力がめちゃめちゃ下がって、もうほんと、初めてメガネも作ったぐらい、0.8 ぐらいになって、見えにくいな、ちょっとテレビ見づらいなって思って、落ち込んで、メガネ作ったことあったんですけど、でそれからクリニック開けてから、その2021年、2020年と幹細胞やって、なんと視力が 0.8 から 1.0、1.2。で、今両目が 1.5 以上になったんですよ。これすごいですよね。今までね、この目が良くなったってね、何やってもなんなかったんですけども、その食べ物とかね、ブルーベリーとか食べてもなんなかったんですけど、初めて視力が良くなったって実感したのは、この幹細胞のおかげかなと個人的に思います。で、男性だと、朝ね、起きて元気に、体が元気だったりとか、薄毛が治ったとかね、いろいろ効果がね、目に見えて分かりやすいんですけども、女性って朝起きて別にその生理的にね、こう体調がどうとか、元気になってるっていうシーンないじゃないですか。だから実感がね、ほとんどできなかった。ちょっと二日酔いなくなったなとか、お酒飲んでも全然飲みすぎても大丈夫だなとか、そのぐらいはあったんですけど、身体機能的にここが良くなったっていうのはあんまりまだ分からなかったんですよ。ただその2年連続やって初めてその人間ドックでその数字が出た時にすごく良くなったなっていうのを思いました。幹細胞って本当これからの分野なのでまだまだね、しかも価格も高いんで、一般的にね普及するかっていうと結構ね分からないなっていうところがあって、富裕層の方とかね、そういうのにいくらでもお金を出して健康と美容を買いたいっていう方の間ではもう
一般的に点滴とかみんなやってるんですけども、まだまだ浄水液の点滴でさえ、高額だなって思うので、これね、ほんとこれから自分の体で、どんどんね、実験じゃないですけど、体感していっていいことがあればお伝えできたらと思います。高額なね、治療だから、やってあまり効かなかったとか、やったけどよくわかんなかった。もったいないなと思うので、こういうところ変わったなっていうところを感じたら、随時、インスタだったりね、動画だったりでまとめたいと思います。最後に顔面課金にちょっとずれるんですけども、内服ついでにカナグルと GLP-1 を、昨年もしました。これはダイエットですね。ちょっとやっぱ飲食続くと3キロ4キロの幅で太るので、それを、戻したりするときに使っておりました。だいたい1ヶ月で3キロぐらい落ちるので、もう本当長期休みの前に GLP-1 の薬を服用して、そして、体重を戻すということをしておりました。アメリカでもうダイエットの薬として糖尿病の方が使ってるんですけども、日本ではね、自費診療しかできないので、ちゃんとね、されたい方は、尿検査とね、採血ちゃんとやってくれるクリニックに行って、その薬が自分に合うかどうかをちゃんとチェックしてから使うことをお勧めします。結構痩せますね。肥満型の男性だと、10キロぐらい痩せますね、1ヶ月で。私の知り合いで100キロぐらいあった方は、1ヶ月で90キロぐらいになりました。で、女性の方だと、1ヶ月で4キロぐらい痩せます。夜働いててね、お酒も飲むし、ご飯も食べるんだけど、でも4キロぐらい痩せたので、結構ね、GLP-1 効くなーっていう感じです。なんで、あんまりね、毎日するんじゃなくて、ここっていうね、1ヶ月とかね、やって、体重を落として、で、また1年ぐらいして、また1年でちょっとお仕事疲れたから太ってきたなーっていう時にまたやってっていう感じで、そういううまくね、付き合って、自分体調管理に使っております。はい、ということで2021年の顔面課金、金額、そしてした施術の内容、いかがだったでしょうか？もうちょっと実はしたかったんですよ。ただ、仕事をフル出勤してるんで、内出血とか、あとダウンタイムを取れないっていう時が結構あって、目の前のね、PRP、ここのくぼみとかにがっつりしたかったんですけど、2週間内出血残るよって言われたので、昨年できなかったですね。2週間休める時あるんですかねもう来年の、ゴールデンウィークか、あとは、お盆休み前後でそういう治療もできたらなと思います。これからもね、いろいろ利用はしていくので、その都度またお伝えできたらと思います。それではまた。